日本文学を翻訳する世界の翻訳家とその仕事を紹介するインタビューシリーズトランスレータースポットライト。今回はタイ出身で現在バンコクを拠点に活動するムティター・パーニッチさんをご紹介します。タイ語と日本語の通訳としても活動し、翻訳家としてはこれまで田和田陽子の犬婿入りや松浦理恵子の裏バージョンなど数々の日本文学をタイ語に翻訳してきた彼女の仕事に迫ります。なぜ日本語に興味を持ったかというと、当時タイでは日本文化が結構流行ってましたね。例えば日本の漫画とか日本のドラマとかもあったりしまして、で日本というと物がいいという風なイメージがあってですね、電化製品なんて日本のものじゃないと良くないものだという風にみんな思ってたんです。で私は留学したいという気持ちは昔からあってですね、で何を勉強しようかという話になると、それも当時はコンピューターが結構新しいものであって、コンピューターのことをもっと勉強したいなと思ったんですけど、その行き先の一つとしては日本だということになりますね。日本では結構コンピューターとか先進的なことをしているというふうに聞いていたので、日本に行きたいなとはもうちょっとは思いました。ただはっきり言って日本じゃないとダメだっていうまでは強く希望はなかったかもしれないんですけど、結局奨学金なんかもあってですね、日本に行く奨学金の試験が最初に来て、で最初に受けて最初に受かったものでよっしゃと思ってそれ以上勉強しなくてもいいということになったので、一応日本に留学するということを決めました。当時はまだ全然日本語が分からなかったんですね。でその試験を受けて受かって、その後タイの国内で日本語の勉強をしました。6ヶ月ぐらいだったと思います。でその後日本に行きました。日本に行ってから1年間日本語学校で日本語を勉強しました。すべての教科ですね、数学、社会科とかですね、全部日本語に勉強し直して、その後入学試験、その留学生同士の入学試験なんですけど、それを受けてで、大学が決まったというような感じですね。研究室を決めるときにいろいろ考えてですね、自分は英語はできるし、日本語もその時は分かるようになったから、言語関係のコンピューターの研究とかはいいんじゃないかと思ったこともちょっとあったかもしれませんね。でその関係で言語処理という専攻を選びました。その後仕事でもですね、自動翻訳のソフト開発というところに関わってですね、しばらくやってました。3年ぐらい、仕事を日本でしていました。昔は本当に決まった形の文章、例えば特許とかですね、そういったようなものの翻訳をより効率的にやろうという意味で、開発を進めてました。小説の翻訳をしようという気持ちは最初はなかったんですけど、でもですね、しばらく日本で仕事をしてて、その後タイに戻ったんですが、その後しばらく通訳のフリーランスをしていて、でその間先輩から、翻訳の仕事を、勧められて、最初はノンフィクションの翻訳だったんです。でノンフィクションを2冊ぐらいして、
その後また友達のお誘いで、フィクションの、翻訳を一緒にやらないかというお誘いがあって、理系なんだけど大丈夫かなと思いながら、出版社の方は、ちょっとやってみたらっていうような優しい言葉をかけてくれて、でちょっとぐらい翻訳してみたんですけど、OK が出たので、その時は3人の翻訳家が参加したプロジェクトなんですけど、それに参加しました。それが1984でした。ボリューム結構ありますのでですね、一人でやると時間かかるからチームを作ってやってくださいということになりました。翻訳してみて、できるんだっていう、自信がちょっとついてですね、結構面白いし、翻訳する、できるペースも結構早いです。他の人に比べて早いようです。なのでこれはそのままリクエストがあればまたやりたいなっていうこともありますし、もし自分が読んで面白い小説に出会ったら、出版社に提案して、出版までいければいいなと思ったんですね。もうだいぶ前の話なんですけど、30年とか前の話で、当時は翻訳物が結構少なかったんですね。やっぱりタイ人が書いた小説の方が多かったですね。最近になりますと翻訳した作品もすごく増えてきまして、特にもう直近1年2年ぐらいは日本の小説の作品がすごいたくさん出てるんですよ。今はいろんな出版社がいろんなジャンルの小説をもう翻訳出版をして、私が小さい時に日本文化が結構流行ってたことがあって、日本語の小説がしばらく流行っていて、漫画の方が多いかもしれませんね。漫画はずっと今でも流行ってます。あと小説とかは韓国の小説も最近多くなってきて、中国の小説もありますね。で日本語の小説はしばらくちょっと衰退気味だったんですけど、なぜか多分アジアブームでまた戻ってきたような気がします。1984を翻訳した後に、できれば日本の小説で、女性作家が書いた、マジカルリアリズムの小説を紹介してほしいという出版社からの依頼が来ました。私はその当時はマジカルリアリズムというジャンルというのがよく分かってなくてですね、いろいろインターネットで検索して田和田陽子さんの作品もそれに該当しているというような意見があってですね、読んでみてこれは面白いかもしれないと思って、翻訳したいと思って出版社に提案しました。言葉的な面白さもあって、あとその内容的な面白さがすごくたくさんあったと思いますね。物語は進んでいくんですけど、なんていうのかな、すごいバランスがよく取れていて、決めつけないというところがすごく気に入ってました。常識の話と常識じゃない話が並行して進んでいくんですけど、どっちが悪いっていうことは全く言わなかったような気がしますね。これもありそれもあるというような感じで、すごく好きだったんですね。あとは不思議のようなでもありそうな感じもして、それも結構新鮮でした。田和田さんの作品でですね、言葉の楽しさを覚えたというか、その言葉選びにすごくこだわってきたような気がします。1984はストーリーとしては結構面白かったんですけど、
言葉を遊んでるっていう感覚ではないですね。そう、ストーリーがどんどん進んでいって、そういうような感じはちょっと田和田さんの作品がだいぶ違うので、それで、翻訳のマニアになったというか、そういったような気がします。最近翻訳した作品として、本谷由紀子さんの作品がありました。で、本谷さんの他の作品も読んでみて、これも面白いって思ってですね、最近出てきた「あなたにおすすめの」っていうちょっと変わったタイトルの作品なんですけど、それも結構面白かったので、もう翻訳する予定に入ってます。本谷さんがまいた毒にはまってしまったというような感じですね。通訳と翻訳がなんかこう自分ではあんまり努力せずにできるというか、楽な仕事でもあるし、なんかこうシンクロナイズできるというか、お互い役に立ってるというふうに思います。コミュニケーションのお手伝いをしてるっていう意味では両方とも同じですね。自分では大満足です。翻訳家になりたいっていう人が非常に多いと思います。ただその人たちはなりたいだけで何もやってない人が多いと思います。だからよく聞かれますね。翻訳家になるためにはどうすればいいんですかって聞かれてます、たくさん。でいつも答えてるのは、まずは気に入ってる作品を翻訳してみてください。出版までは考えずにですね、全部じゃなくても一章だけで翻訳してみて、でそれでちゃんと訳せるんだったら次は人に読んでもらってくださいとかですね、そういったようなことを言いました。結局はみんなずっとパソコンの前で座って言葉探したりするのがもう苦労になるっていうような人が多いと思います。私としては好きじゃないと仕事としてはできないというような人間のタイプだと思いますね。辛いって思うような仕事は続かないです。日本文学はいろんなジャンルのものがあってですね、多様性があるというか、選択肢がいっぱいあるというので、日本文化とかに興味ある方は、最近はインターネットとかを通して、検索ができたり、画像とかのですねを見たりすることもできるんだけれども、じっくり考えながら、日本のことを考えて見ていくということだったら、読むのが一番いいんではないでしょうかね。最近タイではたくさん翻訳、されている作品があるんだけれども、それを選んでですね読んでいただければ、そのうち自分に合った作品、好きな作家さんを見つけることができると思いますので、私たち翻訳家としては頑張って、その辺翻訳して、皆さんに提供していきたいと思います。